ふーちゃんと一緒。ちょっと待って。すごいね。バイバイスミ。世界一美しいスターバックス。猿だ。猿だ、猿だ。猿。しかも親子。で、この後ですね、そのまま富山に行くんですけども、ちょうどここ富山？ちょうど県境だね。はい。富山県氷見市に入りました。ちょうど今ね、氷見に入りました。なので、こちらね、全国制覇旅ね、富山県編がね、ここからスタートします。はい、今ですね、氷見の方に入って、ちょっと走ったんですけども、もうすぐね、海の方に着きます。道の駅氷見の方ですね。でね、これ見えるかちょっとわからないんですけど、このね、前の方にですね、白い雪が残ってる山が向こう側にね、見えてるかと思うんですけども、あちらがですね、おそらく立山連峰です。ゴールデンウィークでもまだね、雪が残ってますので、ね、すごいね、綺麗な景色です。これもうちょっとね、海沿いの方に行くと、もう少しね、はっきり見えてきます。これはね、富山のね、すごく象徴的な景色なんじゃないかな。この景色はもう圧巻だよね。うん。また天気もいいから綺麗に見えそう。うん。お菓子の美術館とかいうのが今やってる。はい、今ですね、氷見の道の駅のね、近くまで来ました。でね、やっぱここもね、来る道中、それからこの氷見市に中心地に入ってからもですね、至るところにですね、地震の爪痕が、やはりまだここも多いのかなと。結構ね、能登の方がね、注目されているんですけども、氷見とかの方もね、結構被災しているっていうのもね、通ってみてね、初めて、わかるというか、伝わってくるかなと思います。見て。服部くん。この辺があれなのかな？マンガロードなのかな？多分、あっち側の通りが。これを右に曲がると、なんかこの街を歩くためのなんかパーキングみたいなのがあるんで、そこに止めちゃおうかなと思います。そうすればいろいろ行けるかなと。これ左に行くと道の駅です。どっかこの辺に置いておきます。はい、ということでね、今少し歩いております。ふーちゃん、あれなんだ？忍者服部くんだよ。服部くんはやってきただよ。服部くんとその仲間たちに会える町がこの氷見だそうです。多分街中にいるのかな。あっちまっすぐ行くとあれだな、道の駅やな。これ？うん。五重の塔みたいな。かな？だからこれを市内の方に行けるんじゃないかな。どっちに行くんだ？こっちだとそっちかな。商店街っぽい。マンガロード。マンガロードってこれなの？多分この辺だと。ほんま？じゃあ行ってみよう。これがね、漫画ワールドマップって書いてある。笑うセールスマンとかそうってことでしょ。うん。じゃじゃあやっぱこっから行くんだね。マンガロード。じゃあ行こう。じゃあ見て、これ消火器や。竹だけど。ここだ。藤子不二雄 A アートコレクション。見てみる？中多分撮影はできない。って思う。ちょっと中見てみます。はい、でここからは撮影禁止なので、また。入れてもらえない？上は撮影 OK だそうです。忍者服部君のからくり時計があるらしい。もう一回やって。どんな感じ？写真が撮れたのはこんな感じです。お、すごいね。今撮れた。ほら。お、すごいよね。でも見えてる時はこうでしょ。逆に言うとこっちは。ほら。これがこれ。フラッシュたかないと出てこない。出てこない。これはあんま関係ないんじゃない？これ関係ない。多分。あそこ見ないといけない。あ、そういうわけじゃない。キモい。
一番。そうはい、ということでね、今藤子不二雄のアートギャラリー行ってきました。うーちゃん知ってるのあんまりいなかったかな。そう、藤子 F 不二雄の方はねドラえもんとかいるんですけど、ここは藤子不二雄の方なの。でも九太郎はさ、うーちゃん好きな顔だったでしょ。藤子不二雄 A の成果。ああ、そうなんだ。お寺が成ああ、さっきのね、果がここらしい。そうちょっとね映せなかったやつあるね、1階の方にね。そう、ちなみにその藤子不二雄のなんかトキワ荘の物語ではね、手塚治虫がトキワ荘に住んでいるから行ってみたら、まさかのね住んでいいよみたいな。むいちゃんじゃん。うーちゃんと一緒。なんかね、いろいろこう物語というか逸話があって、後のね両方ともすごい漫画家になるというね、ことがね先ほどの資料館にありました。行ってみる、そっち。あっちかな。ね。あっちになんかありそう。なんか不思議やな。あと1分ぐらいで多分出るんじゃないかなと思ってる。1時間ごとにやるのかなこれ。ほら始まるんじゃない？水がちょいちょいかかるね。シュシュシュ。冷たい。たくさん来た、たくさん来た。もっと来ないかな、暑いから。なんか水がたくさん来ます。今日終わったでしょ。これ全部同じなのかな。うんね。はい。まあですね、服部くんのやつを見れ終わったので、ちょっとね車の方に今向かって帰っております。この辺もねすごく綺麗です。見えないらしい。ここからね立山連峰が見えます。太陽丸とかあっちあの橋か。あ、そうそうそう、多分あの橋。はい、今ですね出発しました。で今回ですねこの氷見市の方をね、少し散策っていう感じでねしてきました。前回来た時はね道の駅氷見に、ね、行ったぐらいで終わっちゃったんで、今回はね、少しゆっくりめに回って、で逆に前回ね海洋丸行ったんですけど、今回はちょっとこの後ね一箇所道の駅の天原市っていうところにねちょっと行ってみたいなと思っております。なんか能登のね公園で有名なところなんで、能登半島が見えるっていうところで、ね、有名な公園なんですけども、能登半島国定公園なんかそんな感じの場所なんですけど、そこに行くのにねその道の駅に止めて行けると。でそれからねちょっと時間見ながらね、道中まだどっかあれば寄ろうかなというような感じで、特にね予定を決めずに走っております。多分向こうに行けば何かしらあるんじゃないかなと。道の駅氷見有名なんですけども、やっぱりねめちゃくちゃ混んでるんで、今日なんかねどっから見てもすごかったよね。そうね。なかなかハードになりそうな感じだったんで、今回ねちょっとそこはパスしつつ天原市の方に向かっていきたいと思います。なんか山が浮いてるように見えるよね、青いから。そうね。すごいね。ここがカフェらしい。うわーめっちゃ混んどる。あ、すごいね、人めっちゃおるね。こっちなのかな。営業中4階。営業中4階。はい、ということでねカフェに向かって行きます。ちょっと混んでたらどうしよう。なんかね電車がね通るらしい。そう。ガレほらクリームシュガーバター蜂蜜レモン
食べてみる。じゃあ先うーちゃん食べる。ちょっと食べる。すごいじゃん、じゃん。助けて助けて。青でかい。でっかいし、まだ生地あったかいよ。結構美味しかった。ガレットだからね、結構軽いというか、そこまで重くもなく。ママどこ行くの？車あっちやで。はい、ということで一旦ね車に戻ります。はい、ということでね、今ですね、空時に行ってきました。植物園のとこだったね。そうそうそう。で、そこからね、立山連峰見えたり、まあ海も見えたり。ただこの松がね、結構大きいので、あんまり。なんか雪のところがひょこっと見えるかなぐらい。そう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 。あれ、こういうとこ歩けばね、まだ綺麗かもしれない。確かに。こういうとこね。うん。はい、でこの後ですね、まあ、ちょっとねその予定がね変わったというかまあ、移動するんですけども、こっちでね、落ち合う方々がねちょっとできまして、でねちょっと旅の途中からね今ルート変更しております。もともとねどこかでねタイミング的に合いそうだねって話だったんでお会いしましょうって話してたんですけど、これ富山でね富山の中でどこかでって話で僕らもちょうどそっち側行く予定だったんで、まあ、ちょうどよかったかなと。ほとんどの人は関東に住んでるんで普段向こうでしか遊ばないんですけど、まあ、よく遊ぶ人たちなんでだからそんなに気を使わなくてもいいというかっていうのもあって、これからですね、そちらの立山の方に今からね移動しようかなと思ってます。で、これからねそこに向かいたいんですけども、まだねそこまで行くのに1時間ちょっとぐらいかかるんで、まあ、どっちにしてもねドライブするような感じですね。だからね道の駅天原市の方に向かってそこからね多分海岸ねパッと見えるかなと思うんで、まあ、それ見てでそのまま立山に抜けるような感じですね。天原市海岸。ちょうどここから見える。おお、すごいすごいすごい。これもっとあれかな、時期によってもっとこう綺麗にくっきり見えるのかな。寒い日のがなんかあれかもね、住んでてなんかちょっともくもくしてるよね。そうでも綺麗。あれがあれでしょ、能登のそのなんちゃら公園。めっちゃ混んでんじゃん。ほら止めらんなかったね、どっちにしてもね、ここ道の駅こんなにすごいね。だって下も人いっぱいおるもん。確かに。あれ島ここから見えてほら。おお、これめっちゃ綺麗。逆に言うとすごいね綺麗だけどね。まあでも逆に言えばそれぐらい止められないってことだよ今日。見えてるのかな、うっすらだな。はい、ということでね今ですね道の駅天原市にね今行ってきました。止められなかったね。キャンカー的にはねちょっとね、まあ、キャンカーっていうか、まあ、普通車でも厳しそうだったね。ちょっとまあ横から見るぐらいがちょうどよかったです今回は。すごい景色はめちゃめちゃ綺麗です。特に立山連峰がねすごい綺麗に見えるのですごいおすすめの場所です。はい、でこれからですねグリーンパークユーランドというところにですね今から向かっております。でここでねタイミングがあったらお会いしましょうねって言ってた方と交流するのと、あとですね急遽ねまたこれもねよく遊ぶ方がねすぐ近くにいるということなので、もしかしたらその方も合流するということでね今からグリーンパークに向かいたいと思います。路面電車すごいね、ここマシンだね。福井に続き意外とあるんだね。ここはでもあれないんだね、路面電車専用信号みたいな、福井で見たやつ。確かに。あれはあんまないのかな。あれ初めて見たよ。でもさバスよりかやっぱ正確なのかな。あでも信号があるのか関係ないか。バスよりは正確じゃない。だって道路が混むことはないじゃん。でも信号があるじゃん。信号によってこう変わっちゃいそうでね、止まったらなんか30秒ぐらい遅れたりね、2回止まったら1分遅れるみたいな。山がね近くなりました。雪山に囲まれるすごい感じ。いやこれがもっとくっきりだったらもっとそう圧巻だろうね。いやー圧巻だよ。綺麗。右側はさ北陸新幹線が通るんだね。日本で他にこういう景色あるのかな。熊本とかも朝さ、はねそういう感じじゃなかった？朝は確かにカルデラに囲まれてるカルデラ山脈うん、あれもあれですごい綺麗で圧巻の景色だったな。囲まれるからね。うん、なんか電車が通り過ぎるらしい。
行きにくいな。ここね。これ左って書いてある。右の。あともうちょっと。めっちゃ綺麗やな。これを曲がれ。お、だからその健康の森とかいうとこ行けばいい。あ、合ってんだ。これじゃん。富山グリーンパークって書いてあったわ。健康の森がでかすぎて分かんなかったけど、ここにグリーンパーク。グリーンパークって書いてあった。あ、でもこれなんか上から景色良さそうだね。あ、田園綺麗だね。リフレクションも綺麗ですね。到達。はい、ということでね、今到着しました。こちらね、アドリアのマトリックス持ってるオーナーですね。今ここで待ち合わせしてたんですけども、なんとこちらのレガードの方、こちらもですねオーナーズに出ていただいているあの方ですね、まさかの近くにいるということで合流して、これからね3人で、温泉行って、ちょっと夜もどっかでご飯食べようかと話しております。でもちろんね、この後ねまたラグエのりょうちゃんとか、りょうちゃんのお知り合いの方とかまた合流しますので、すごいね楽しみな夜になるかなと思います。はい、ということでこちらユーランドですね。今日はねみんなと一緒にお風呂入っていきます。はい、今ですね、温泉行ってきたので、これからですね軽くご飯食べようということで今移動しております。ちょっとね動画の方がね、もしかしたらあんまりこの後出ないかもしれないです。いきなりちょっとね車に最後戻ってきたシーンになっちゃうかもしれないんですけど、今日はですねこの仲間内と旅先でね過ごす夜っていうのもね、これもなかなかね楽しい思い出になりますんで楽しんできます。はい、とりあえずね今戻ってまいりました。すごくね今日もね楽しい夜を過ごせました。で明日は明日でねまたちょっとね、どこ行こうかまだ悩んでるんですけども、お出かけはねしようと思ってますので、ういちゃんおやすみなさいということでもう寝ます。おやすみなさい。はい、バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね6時8分、室温が 17.9 度、湿度 47% です。はい、でね今日はねこれからですね雪の大谷の方にね、向かっていきたいと思います。今立山の駅にいるんですけども、ここに車を置いてバスかなで移動していくっていうようなプランになると思います。ちょっとね出発時間までね、あんまり時間がないので、ちょっとね今着替えたりとかいろいろ進めたいと思います。合流しましょう。帽子持ったよ。今からですねバスの方乗っていきます。めっちゃいい天気です。どっから乗るんだろう。まだめっちゃ並んでる。これから7時50分発のバスです。乗りましょう。これに乗ってきます。ケーブルカーが来ました。すごい。ルーちゃん来たよ。ほら来た。ルーちゃん見て、ほらなんかあれ見て、ちっちゃいわ。見て、あっちや。あっち。じゃあ行くよ。誠にありがとうございます。Thank you for traveling on the 立山銀行のため、やむを得ず急停車するが977メートルの初代ライスまで。また、ケーブルカーが完全に停止するから、Please hold on to a handrail if you're standing. はい、これからバスです。このバスに乗ってね。走行中席を立ったり、雪解けの頃には毎秒10トンを超えることもあり、七かまどはこの辺りが一番高い地点となっております。後ろの方の座席のお客様はどうぞ後ろの窓からも振り返ってご覧ください。はい、とりあえず今到着したので、ここからね雪の大谷のバービーキュー。すごい雪。あ、大きいんだ。そっか。ほら、うちもやばいね。コンバースじゃいけないね。やばいよね。
シューズで行くのめちゃめちゃなりそうだよ。いや大丈夫。じゃあこれ見て、これもういいんじゃない？危ないんじゃない？マント。はい、こんな感じでパノラマロード歩いております。結構滑ります。気をつけないと。はい、こんな感じでかなりまだ雪道歩いております。景色がめちゃくちゃいいです。こんな感じですね。ふいちゃんたちもしっかり歩けてます。はい、こんな感じで今からですね、雪の歌に戻っていくような感じですね。パノラマロードから来て、今こっちはアスファルトの方ね、歩いてきます。いや、入れないと思う。うん、決まった車だけだと思う。すごいね。私横。寒いね、ここ。はい、ということでね、今たまたまキャンバケにね来てくれてたご参加者様と遭遇して一緒にお写真を撮らせていただきました。この度ね、結構いろいろな方に声かけていただいて本当嬉しいです。基本ほぼ毎日ですね。すごい嬉しい、キャンバケのおかげで。はい、今ですね戻ってきました。でこの後ね、そばでも食べ行こうかなという話です。上ちゃんは元気。はい、ここでねそば買います。パパもきつね、パパかき揚げにしよう。はい、ということでね、立山そばで、こちらねかき揚げそばですごい美味しそう。まあこれぐらいは食べ一回食べても美味しい。よかった。骨折をしなかなか見ないですよ。展望台に来ました。展望台はこんな感じです。すごい。はい、ちょっとだけねこっち側歩きます。ちょっとねピッケルとかないんで、本当手前のね行けるところだけ見てみたいと思います。はい、こんな感じで雪の壁に包まれてます。すごい。ここはね下も雪なんで結構がっつり滑ります。気をつけないと。この先はねちょっと登るところ登山っぽい感じだったので、ちょっとねこの装備だときついんでここまでにしときます。雪だったね。すごいね、うちゃんこの時期に雪遊びができて。はい、で今から下に戻ります。戻ってまたケーブルカーかな。バスの高さが約 3.5 メートルですから、こんな感じでバスからも雪の歌に見えます。これパパの写真。はい、ということで今着いたんで、これからですねケーブルカーまた乗ります。傾斜がすごいです。はい、今戻ってまいりました。高速バスでね50分で、ケーブルカーで7分、約10分、合計で1時間ぐらいですかね。1時間で行ける距離なんだっていうくらいね別世界だったので、すごくおすすめです。少しねバス代は高いんですけども、行ってみてねその価値はすごいあったなって今回思いました。実際ね壁だけじゃなくて、そのね横にのねその先もね結構雪がずっと積もってるんで、個人的にあっちもすごく綺麗でよかったなと思います。はい、ということで一回車に戻ります。はい、今ですね無事に車戻ってまいりました。ただ車のね室温がね 30.6 度とかなり暑いので、今ですね一回エアコン入れました。あ、これ無料なんだ。あ、そうなん？知らなかった。無料なんだ。はい、ということでね今一回出発しました。でこの後ねちょっと一旦合流してまたね富山の方に行きます。こんな感じになってんだね、横。ね。昨日のさ、昨日は夜だったからさ、見えなかったけど。はい、ということでですね、今ですね雪の大谷の方行ってきました。今回僕らね、初めて来たんですけども、以前からねずっとね行ってみたかったんですけど、なかなかねここまで来るっていう勇気がなかったのと、割とお値段もするので結構ねタイミングが合わないといけないっていうか、そして朝も早い。そう、朝めっちゃ早かったんで結構上でゆっくりしてきたんですけども、それでもねまだ12時っていうぐらい
もう朝風でしたね本当に。うんでちなみに上は寒いです。こっちはそうでもなかったよね。下は下は半袖でもいい。下は半袖で大丈夫。今登るのであれば絶対ねかなり寒いんで格好はしっかりした方がいいと思います。なんですけど何あれ何の動物？猿？なんかでも猿みたいなのいた。猿っぽかったよね、歩き方が。猿だ猿だ猿だ猿。しかも親子。かわいい猿が。可愛いけど今日。で、今日はですねこの後は一旦ねコインランドリー行きます。もうねさすがにちょっと行かないときついで、コインランドリー行って出してる間に世界一美しいスターバックスっていうのが実はその近くにあるんですよ。まあ、なので富山駅かな、そっちの方まで今からねちょっともう行きます。すごいねこの川ねめっちゃ綺麗。もうちょっとで富山駅の近く。富山駅の近くすんごい栄えてる。ね。この次かな。信号を左に。電車だ。電車だ。あ、なんだろう。短っ。あ、恐竜？あ、違うか。いや、一瞬恐竜かと。福井じゃないんだから。海だと走るんでしょ、恐竜の電車。はい。薬単大きいじゃん。なんで、一旦ちょっとコインランドリーかけてきます。ははい、今ですね、富山駅の近く走っておりまして、ここもねまたね路面電車のところ。これ曲がれるのかな。あ、これ曲がれるか。なんかねいまいちねあれが分かんない。路面電車知らないから。でこれを曲がってこの橋を行って左に曲がると噂の世界一美しいスターバックス。これ見えんじゃないの。なので、もう少しですね走って、あとでももう 600m だからすぐだな。ね。もうすぐですねスターバックス到着です。いそうじゃあじゃない。結構車入ってるね。入ってるね。いやこれスタバ渋滞かな。なんか混んでるっぽい。あ、これドライブスルー？わかんない。でも多分これスタバ渋滞だね。なんとか入りました。ただうちは並んでるんでちょっとこれはモバイルオーダーでまたテイクアウトで頼むことにしました。はい、ここがですね富山の世界一美しいスターバックスコーヒー。それでスタバから見える景色です。ここだよ。そうだきっと。こんな感じが世界一番美しいスターバックス。はい、今ですね世界一美しいスターバックスというところにね来ましたが、見ての通りですねめちゃめちゃ混んでます。すごい混んでる。はい、なのでテイクアウトでね外で飲みながら、まあでもね外の景色もねすごく綺麗な場所なので全然テイクアウトでもいいんじゃないかなって。モバイルオーダーで頼むとものすごくスムーズ。あ、そうね、モバイルオーダーの方が圧倒的に早かった。10分15分ぐらいで。そうせっかくねこの景色があるんでなんかそっちの方がいいのかもしれないね。でこれから一旦コインランドリー戻っての行けそうだったら富山ブラックに行こうかなと。ラーメン屋さん。ラーメンね。はい、なので一旦ちょっとコインランドリー戻ります。はい。はい、ということでね大輝ですか店到着しました。ここね視聴者さんに教えていただいた富山ブラックの美味しいお店らしいです。楽しみなんで行ってきます。はい、今ですね富山ブラック大輝根塚店というところですね。ちょうどね今このスターバックスの近くにあったので、行ってきました。すごい美味しかったよね。美味しかった。私もそんなにラーメンが食べれるあれじゃないんだけどペロッと食べれた。でなんか1種類しかなかったよね多分。大と小。なんかねラーメン自体の種類はなくてもう決まってるの。もう富山ブラック一択っていうね。ただ大きさが小で普通盛り大で大盛りみたいな感じで僕らみんな小頼んだんですけど美味しかったよね。美味しかった。ちょうどいいサイズ。チャーシューも薄めのテイストでいっぱい入ってて食べやすくて美味しかった。ただね僕らね4時ぐらいに行ったんで空いてたんですけどもしかしたら昼ぐらいに行ったら混んでるかもしれない。はい、ということでですね今日ですね実は
富山旅がこれで終了になります。ってのもですね、実はゴールデンウィークのあと1日あるんですけども、最終日はですねちょっとみんなとねキャンプする約束もしてたので、今回はですねほんとここまでの動画になって、しまいます。でただですね、振り返ってみると富山もね2日間、昨日もね入れてね2日間遊べたので、なんだかんだ遊べたかな。行く予定のなかったそのほら山もね、そう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 、もうほんとねたまたまね、立山の方のね駅からで、朝早いんですけど、朝早く起きていければ雪の大谷行けるよって話だったので、そこをね頑張って行ってね、もうこんな機会じゃないと本当行かないんだよ。さすがにね遠すぎて行けない。なんでもうせっかくなんで富山にいるんで行ってきました。で、昨日もね氷見の方回れたので、またね今まで氷見もね一回行ったことあるんですけど、またねちょっと違う氷見の街を歩くっていうのもねなかなか今までしたことなかったので。逆に氷見行ったのに魚食べなかったね。食べなかったね。で昨日だからねカフェとかも行けたしね、なかなかちょっとねこういうとこ来ないと行けないようなところもあったので、それはそれですごくねいい旅になったかなと思います。すごいね、この北陸旅今日含めてね、すごい充実した旅になりました。この動画ね出る頃にはねもうキャンバケ終わっちゃってると思うんですけども、このキャンバケ in 北陸っていうところで今回ですね福井でキャンバケもやらせていただきまして、その前後でですね、こういった北陸旅をねみんながしてくれたら本当嬉しいなと感じました。やっぱりね自分で実際行ってみて、どんなものがあるかってね感じてみた方がよりわかるかなと思いました。はい、ということでね、ぜひね、北陸の旅に来られる時は参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。